はようございます。たかしです。本日は10月30日水曜日、ただいま7時48分。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の冷やしからです。昨日のポンド円も陽線ですね。ここのところずっと連続で陽線。このあたりから連続ですよね。途中陰線も挟んだりはしているんですが、基本的には強い上昇にあるっていうのがよくわかります。なのでこういうところでは逆張りしないですね。基本的にはこの上昇についていきたいんですが、やはり現在結構高値圏にありますので、このあたりでの下落、大きめの下落は考えておく方がいいと思います。今、ストキャスティクスも高値圏ですよね。と考えると、やはり一度下落方向は考えておきたい。そして GMMA の青帯との乖離が結構ありますので、このあたりまでの下落ですね。こういう動き方は想定しておくといいと思いますが、今、いつ下落に向かうのかっていうところですので、そのタイミングを見ておきたいですね。基本は強く上昇してきてますし、昨日も高値更新をしてきておりますので、上昇する可能性はあるんですが、やはりそろそろ一旦の天井は疑っておきたい。そんなところには来ております。では4時間足です。4時間足は GMMA の青帯に沿ってずーっと上昇してきておりますよね。なので基本的にはこの流れに沿ったトレードをしていくのがいいんですが、ここのところをずっと GMMA に接触して上昇ということを繰り返しております。昨日はちょっと上昇の勢いが強くって GMMA まで到達せずに上昇してきております。ただ一旦これ先日からお話ししている緑の水平線、昨日の上昇で到達してきておりますよね。こうやって見るとわかるんですが、ここちょっと見にくいですね。こんな感じ。ここ過去の高値なんですね。だから今そこまで到達してきたんですね。で、ここ上抜けてもすぐに次の白い水平線がありますので、そこはご注意ください。今かなりの高値圏にあります。で、もう一段上昇してくれば、次の白い水平線が 200.5 というところなので、そのあたりまでは上昇する可能性があるんですが、この辺のゾーン、現在地から 200.5、この白い水平線までのゾーンっていうのは、当然下落しやすいポイントになってきますので、上がれば売られやすい、そういう場所になってくるので、そこはご注意ください。押し目買いをする場合もしっかり下がったところからの次の上昇に乗っていくっていう、こういう下がったところを狙っていく。戻り売りをするときは、今この辺あたりで次下落のパターンが出てくれば、そこからの下落に乗っていくっていう、そんな考え方を持っておくといいと思います。では1時間足です。1時間足、昨日は下落から始まって、そこからまた夕方から強めの上昇になってきております。基本的には今上昇トレンド中ですので、GMMA の青帯に接触すれば上昇という基本の動きをしてきただけですので、例えば昨日ここでダブルトップで下落する、こういう風なダブルトップをイメージしていた方っていうのは、結局そのダブルトップが完成せずに上昇してきているわけなんですが、トレンドを見れば明らかに上昇トレンド中ですので、当然ここから反発する可能性は考えておかないといけません。本日も今高値圏にありますが、GMMA の青帯まで下がってくれば、そこからまた反発上昇するっていう、こういうイメージは持っておいてください。もちろん先ほど言ったようにかなり高値圏にありますので、ここから大きくズドンと下落する可能性もあるんですけれども、現状は上昇トレンド中ですので、まずはこの上昇トレンドについていくっていう考え方ですね。この上昇トレンドを崩してくれば、そこから下落の流れについていく。いつも言ってますけれども、まずは GMMA の青帯を下抜ける。そして上昇してきてさらに下落していくという、こういう動き方ですね。この動き方をイメージしておくといいと思います。本日アラートを仕掛けるのであれば、このあたりですね。この水平線ぐらいですね。197.8。ここを下抜けてくると、ここからは下落しやすくなると思います。こんな向きですね。こんな感じで下落しやすくなりますので、197.8 付近、下落方向にトレードされたい方は、まずはこの水平線付近にアラート。それから上昇してくれば先ほど言っていた 200.5 っていうところですね。その辺が次意識されてきますので、その辺付近にアラートを仕掛けておく。ただ、1円ぐらい上になりますので、ちょっとそこまでの上昇が本日は難しいかもしれませんね。基本は下がったところから買っていきたいので、GMMA の青帯に接触するぐらい、このあたりですよね。このあたり、ちょうど199円付近、その辺が GMMA に接触しますので、アラートを仕掛けるのであれば199円付近とか、先ほど言った 197.8 付近、そのあたりに設定しておくといいと思います。トレーディングビューまだご利用でない方は、概要欄に URL を貼っておきます。使いやすいチャートをお探しの方はぜひご利用ください。登録は無料です。では次はドル円の冷やしを見ていきましょう。こちらは昨日と一昨日と
ちょっと怪しい形になってきましたよね。ローソク足の形がちょっと怪しくなってきました。こういう形を作ると、ここからこんな感じでダラダラと下落していくっていうことが考えられますので、そこはご注意ください。ストキャスティクスも高値圏なので、いつ下落してもおかしくないとは思っております。このまま上昇してきた場合は、この辺の高値ですね、155円付近が意識されてくると思いますので、そのあたりまで上昇しきってからの下落になるのか、現在地付近からの下落になるのかっていうところは見ておきたい。とにかくストキャスティクスが高値圏にあるってことは、一度どこかのタイミングで下落するっていうことですので、あと GMMA の青帯との乖離もありますよね。だったらそこまでの下落は全然あり得ますので、こういう動きは想定しておく方がいいですね。では4時間足です。4時間足昨日これダブルトップみたいな形になってきてますよね。このままダブルトップで本日下落するのかどうかっていうところを見ておくといいと思います。ただ基本的には GMMA の青帯は上向きですので、基本はこの上昇トレンド、今は上昇トレンドの途中で今調整の下落をするのかなというところですので、もし下落してきてもまだ GMMA に接触したところでは反発上昇していく可能性があります。ただダブルトップが完成すると結構大きく下落すると思いますので、その場合はこういう感じですよね。その場合はこのあたりが次ターゲットになってきますので、151.5 付近、そのあたりまでの下落が考えられますし、ここを下抜けてくるとさらに大きく下落していきますので、その場合は150円付近までの下落が考えられます。基本は上昇トレンド中なんですが、今上昇下落どっちが期待値が高いかというと、下落方向の期待値が高いのも確かです。ただし上昇トレンド中ですので、下落すると思わせて上昇していくことも多々ありますので、そこはご注意ください。現在はダブルトップでの下落になるのか、ダブルトップを完成してくると結構大きく下落。ただし基本は上昇トレンド中ですので、ダブルトップが完成しない可能性も十分あります。では1時間足です。1時間足は GMMA の青帯に接触してからの上昇という結構わかりやすい動きをしてますよね。昨日前半は下落、そして GMMA の青帯で下げ止まっての上昇、そして夜に一旦下落したんですが、結局長い下髭をつけている、ここも GMMA でサポートされてますよね。なので本日も今下落してきてますが、ちょうど GMMA 付近ですので、ここから上昇できるのかどうかです。ただ昨日のこの後半の下げ方、じりじりとこのわかりにくい弱い下げ方をしておりますので、このままもしかするとこんな感じでじりじりと下落していくかもしれませんね。そうすると昨日の安値 152.8 付近、それからここ先ほど言っていたダブルトップのネックラインにあたる 152.5 付近が意識されてくると思いますので、そのあたりを目指して下落するのかどうかっていうところを見ておきたいです。まずは本日 GMMA の青帯、現在地付近で反発できるかどうかですね。反発できないと比較的大きめの下落になる可能性がありますので、その辺の動きも確認しておきたいですね。4時間足も日足もストキャスティクスは高値圏ですので、基本的には今この上昇に対する過熱感を解消するような動きをしてくる可能性はありますので、そういう動きをしてくるのであれば、もしかすると1時間足のこのダブルトップからの下落が完成してくるかもしれませんが、まずは GMMA の青帯を下抜けるのを待ちたいところです。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末にはわかりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。ノートでは有料マガジンを含め複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場の気づきも投稿してます。また限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。